元彦はね、ペラペラですね、自分のやった犯罪行為をね、百条委員会で自白してるんですよ。公益通報の告発者を探索したということではなく、誹謗中傷性の高い文章を作成した人を、発信者を、どなたかということを、探したということです。誹謗中傷性の高い文章だから探しましたなんてことは正当化の理由にならないの。片山のロジックは完璧なのにもかかわらず自分で墓穴掘ったんですよ。パソコンだけを人事課長に持って帰るようにさせましたので、その時。言うてしもたな。いや、ほんまにね、西脇さんとか顧問さんが、質問主意書を見て喜んでくれてるのを見てね、ありがたいなと思うと同時に、そういうことを思いました。県議会としての本会とは、保守政治家としての本会とは何なのかということを思いましたね。っていうかね、もう、俺がこするまでもなく、もういろんな人がこすってるんで、もう皆さんご案内やとは思うんですけども、元彦はこの間の、質問主意書を見るとですね、元彦はね、ペラペラですね、ペラペラね、自分のやった犯罪行為をね、百条委員会で自白してるんですよ。アホみたいに。アホやからしゃあないんだけど、アホにアホ言うのもアホらしいんですが、ものすごい明確にね、言うとんす。我がで。これ兵庫県議会で兵庫チャンネル。兵庫県インターネット配信に残っとるやつですけどね。9月の6日の百条委員会での証言です。これで、ちょっと見てもらいましょう。2時間34分37秒のとこですね。2時間34分37秒。実はそのすぐ後といいますか、その段階で、文書を書いた段階で、公益通報保護法の第3号というのに当たるという説がたくさんの方から学識者から聞いてまして、その中では特定をしてはならない、犯人探しをしてはならないということがありますけれども、これ犯人探しをしたっていうことは認められますよね。犯人探しというか、この誹謗中傷性の高い文章を誰が作成したのかということを特定したという。そういうことですね。はい。わかりました。探すということをされたということを認められる。いや。否定せよ。正直か。で、この後さらにね、おもろいことを言うとんですよ。3時間32分24秒のところ。11条には探索禁止の条文も入ってます。ご存知ですか？探索禁止の条文が言ってあるということは、言っているとどういうことですか？そういった書きぶりがあるということは分かります。知ってはるんですね。でも探索されてるじゃないですか。それが、それはなぜですか？法律上のですね、今回の、探索というものをご指摘されましたけど、我々としては、文書は、先ほど申し上げた、誹謗中傷性の高い文章を作成したということに対して、それが誰が作成したかという発信者を探したということですので、それは、公益通報法の、それを探索って言うんですよ。公益通報保護法のその探索行為に当たるのか、そうじゃないのかっていうのは、これはきちんと確認をしないといけないと思いますが、我々としては、法律上、外部通報には当たらないというふうなことを、結果的に確認できてますし、当時の行為としては、告発に対する探索というよりも、誹謗中傷性の高い文章を作ってその発信者をやはり影響が大きい内容ですから、そこをきちっと把握すると、発信者を探すということは、私は問題ない、必要な対応だったというふうに考えています。法的なことを一番大事とおっしゃる割に、いや、百条委員会の証言というのはご存知のように、表ないことやったり、事実ないことやったら、偽証罪で逮捕されるんですよね。で、今ね、とんでもない出現してるんですよ。公益通報者の探索行為に当たるかどうかを確認しなければいけませんが、我々としては言うて。だからそこの法的評価まだ終わってないってそのタイミングで言うてるんですよ。
で、最後の最後、彼らが言うてんのは、僕が違法ではないから違法じゃないですって。僕が違法じゃないと思ってるから違法じゃないですしかないわけですよ。それって津久井やまゆり園で人を殺した植松と同じロジックです。植松のロジックというのは、確かに人を殺せば殺人罪だが、こいつらは人間ではないから殺しても殺人罪ではないです。そうだったでしょ？元彦が言うてることは、確かに通報者探索行為は公益通報者保護法から考えると NG かもわからへんけど、我々はこれを公益通報やと思ってないから OK です。人を殺したら犯罪やけども人間殺してへんねんから殺人罪ちゃうやろ言うてる植松と何が違うねん。全く同じことでしょ。で、ここでね、竹内さんもおったからだと思うんですけど、ここでね、ほんまにね、いろんなこと言い続けとんすよ、アホやから。情報だと思うんですけれども、認識をして3月21日から調査を開始して、最初に文章を見た時点で、事実と異なる誹謗中傷性の高い文章だと思ったというふうに何回も答弁されてると思うんですけれども、そういう意味においては、懲戒に該当するっていうふうに今おっしゃるのはそもそもおかしくないですか？誹謗中傷性の高い文章を作る、そしてそれを作成して配布する行為自体は、やはり公務員としてふさわしくない非行為に当たる可能性もあると思いますので、そこは、そういった行為をしている可能性がある職員がいるかもしれないんであれば、そこはしっかり、初動の対応として、まずはこの文章の発信者がどなたかということを、探すということは、私は問題ないというふうに思っています。多分ここ、斎藤元彦支持者向きに切り抜いてほしいんやけど、例えば俺が、どっかで誰か殺したとする。ものすごいムカつくやつがおるから誰かを殺したとする。で、六甲の山の中に埋めてきたと。で、俺は殺してへんということを言う。で、それを誰かが見とったずっと。家政婦は見たい。あら、まあ。市原悦子が。広島の小葉監督でも、市原悦子でもどっちでもええんですけど、あら、まあ。って言って見てたとする。で、見てて、俺は、いや、殺してへんで。って言う。俺、知らん殺してへんで。で、市原悦子が、松島さんから40ワットのトラメが借りて、三宮の駅前の、阪急の三宮の駅前の広場に立って、菅野さんはこの間、人殺して六甲の山に埋め張りました言うて演説し始めたとする。俺なんて言う？誹謗中傷や言うよ。誹謗中傷やそんなんはって最初言うよ。通報された側が通報事実を誹謗中傷と考えるのは当たり前です。逆に言うと、誹謗中傷でない通報内容なんてものはないです。どんな盗人でも110番されたら誹謗中傷です。通報された側から見たら全部誹謗中傷です。誹謗中傷でない通報なんてものはないです。むしろ誹謗中傷として成立していないと通報ってならないです。あいつは罪人や言うてんねんから、そのタイミングで誹謗中傷に決まってるやない。ここで応用問題として、藤倉総合病院で藤倉院長の名言が出てくるんです。裁判に負けない名誉毀損をしようっていう。そういうことですよ。そんなもん自分のことが通報されてて、菅野さんはかっこいいですとかっていうの、それ通報って言わないでしょ、それは。で、余震はそれが誹謗中傷で根も葉もない言いがかりやったら、根も葉もない言いがかりです、誹謗中傷ですって認定するのは第三者です。俺が西本町の高架の下でね、人通りの少ない夜の10時ぐらいに誰か殺して、西本町の駅の北側にある氷屋から氷盗んで、死体を氷漬けにして、六甲まで運んでいって、六甲の山の中にショベルは入れて、埋めて、で、それを、市原悦子が、あら、まあ、言うて全部見てて、で、菅野さんは人殺しや言うてた。俺は最初誹謗中傷や言うてたけども、市原悦子が、ビデオが出てきたんですけど、って言ってきたら、俺はぐぬぬぬぬって言わなきゃいけない。でも、市原悦子が、もしそのビデオを持ってなかったらどうするか言うたら、菅野はこれ誹謗中傷や言うてるけど、市原悦子は人殺しや言うてるの、どないでしょう、その六甲の山掘りに行こうかいう話になるよ。その時掘りに行く時に、俺に掘らせるか？で、俺に掘らせて、掘ったけど出てけえへんかったわ。そやから俺人殺しちゃうねんって信じるんか？さらにね、元彦の重要な自白は続きます。もうちょっと見てみましょうか。すごいこと言うんですよ、ここで。アホみたいなロジックを展開しますから。
こっから笑うで。の真実性と通報における真実相当性は同時に調査することが通例であり、通報事実の真偽判断の結果を通して真実相当性を判断するということになっています。そうやって考えると、この探索をしたということそのものが違法になると考えます。ですから探索をした方が懲戒処分などの対象になるとされていますけれども、そうした認識はありますか？私たちとしては、公益通報の告発者を探索したということではなく、誹謗中傷性の高い文章を作成した人を、発信者を、どなたかということを、探したということです。言い換えてるだけやん。植松と同じロジック。確かに殺したけど人間ではない言うてんのと一緒ですよ。殺人罪というのは人間を殺すから成立するんでしょって。僕が殺したのは人間じゃないですって言うてんのと一緒やん。植松と全く同じ。あいつ探索したんじゃなくて探しました言うてる。で、ここはね、県議会の追及が弱いんですけど、元彦の依拠してるロジックはここしかないんです。公益通報に当たるというふうに、ということです。私たちみんなもそれを認識したところです。ですから、もともとどんなに知事が誹謗中傷性の高い文書であるっていうことを言ったとしても、客観的に言えば、しかも4月4日には、公益通報として県は受理してるわけですから、この公益通報の調査を先行してきちんとやっていかなければならなかった。それを、内部調査を続けてきたそのものが違法であると思っておりますが、その認識はありますか？文書発覚時点で、これ繰り返しになって申し訳ないんですけど、真実相当性がない噂話を集めた、作成したということなので、私としては、公益通報の外部通報ね、結果として当たらないというふうな、認識で、弁護士とも相談しながらやっています。ですので、まずそもそも懲戒処分の調査については、公益通報法に今該当する行為を対象としてやったというよりも、誹謗中傷性の高い文章を作成、配布した行為に対する、調査ということになりますので。でね、これちょっと今日時間がないんでやらないですけども、これ誰かがやるだろうから、あれするんですけど、実は言うとね、この後、この日、これ、午後の部なんですけど、午前にね、片山が証言してるんですけど、片山と元彦を比べると、片山は賢いの分かります。片山はアホみたいに、誹謗中傷性の高い文章だから探しましたみたいなこと言うてない。そんなこと絶対言わないんです、片山は。で、片山めっちゃ頭ええねんけど、嘘やと思うけど、証言レベルでは、調べるまでもなく県民局長やって分かったって言うてんの。元彦はアホやから調べた言うてしもてんねんけど、片山は公益通報者保護法が何を言うてるか分かってんねん。そやから片山のロジックだけやねん。ほんまは。片山のロジックで元彦も来たら逃げれんねんけど、片山は、読んだ瞬間にこれ県民局長って分かりましたって言うてんねん。実際は違うよね。実際は調べて初めて県民局長って分かってんねんけども、片山は行政マンとして優秀ですから、百条委員会で斉藤元彦みたいに探した結果分かりましたみたいなアホなこと言わないのよ。嘘なんやけど、片山は平たい場所では、いや探してないと。探さんでも分かったもんって。で、そうすると探索行為をしていないということで、公益通報者保護法の違法行為には当たらへんよね。調べてないんだから探索行為ではないと。片山は偉いんですよ。片山言うてることは全部正しいの。実を言うと法的には。でも全部嘘やけどね。それは悪知恵、詭弁という類ですけども、元彦みたいに、はい、探しました。でもそれは、公益通報者を探したわけではなくて、誹謗中傷性の高い。だから元彦支持者バカなんですよ。片山の意見を採用すればいいんです。元彦を救おうと思うと、百条委員会で斉藤元彦が言うたことは全部嘘で、片山さんが言うたことが事実ですって言わなあかんねん。
誹謗中傷性の高い文章だから探しましたなんてことは正当化の理由にならないの。正当化しようと思うと、片山さんみたいに、調べいでもこんなもんは、県民局長やって分かったって言うしかないのよ。それが唯一の逃げ道なんです。で、ただね、その片山もね、ただね、工房も筆の誤りです。ちょいちょい言うてるんです。ちょいちょい言うてるんです。片山のロジックは完璧なのにもかかわらず自分で墓穴を掘ったんですよ。墓穴を掘ったんですよ。これね、言うたらあかんこと言うてしまったんです。午前の部の1時間32分8秒のところですね。ありますか？いやこの段階で。その段階では、知事マターですので、余計にも進言をするということはもうしませんでした。それでもその後は何回かやっておられますよね。それはずっと後だと。ずっと後ですね。はい。はい。わかりました。次の PC データの取り扱いについてお伺いします。3月25日に、西有馬県民局から押収したパソコンや、多分関連のデバイスもあったんですかね。で、この中、話の途中ですが、答弁させていただきましてよろしいでしょうか。はい。パソコンだけを人事課長に持って帰るようにさせましたので、その時、言うてしもたな。業務指示としての探索行為をしてるということを指示で言うてしもたな。探してないって言うてたくせに、ここで証拠集めの指示をしたという業務命令を出してるっていうことを認めてしもてるんです。それって探索行為よねって言われてしまうよね。怖いでしょ？平たい場所での証言って怖いんですよ。業務上の指示を行ってしまったと言ってしまってるんです、ここで。で、さらに面白いのはね、1時間46分42秒のあたりからです。ここね、片山の頭の良さと頭の良さが来るところから、頭の良さから来るね、工房も筆の誤りのところです。喋りすぎなんです、ここ。独立してあるべきだという判断をしておりましたので、その後も、関与していないということと話が一致すると思っております。受付窓口が独立してるのはいいんです。そう受け付けるかどうかの入り口の時にあなた副知事として進言すべきなんです。これには不正の意図があるから受け付けるなと。そう言わなければおかしいんです。1週間前にあなたは公益通報を受け付けないという判断をしたんですから。それはもう、公益通報窓口の判断ということで、これ分かる？何を指摘されてるか言うたら、4月の4日に公益通報として1号通報として受け付けとんやから、それおかしいでしょ言われたの。もしね、3月の県民局長の最初の文章を公益通報でないからこういう処分をしたって言うんやったら、4月の4日の再提出の分もこんなもん受け付けんなんて言うべきでしょって。わかる？言うてること。県の執行部は3月の頭のその民間人から知事が見せられたという文章を見て、誹謗中傷性の高い文章だと。で、だから、誰が書いたかを探索したと言うてやってるわけでしょと。で、探索された後に4月4日になって出したやつを、それ公益通報やって受け付けてしもたら一貫性が取られへんやないかっていう指摘ない。3月の判断が正しいんやったら4月にそれリジェクトしてなかったらおかしいでしょって言うてんの。もしあんた方がその3月の判断がそんなに正しいって言うてんねやったら。あんた方3月の判断正しい言うてるんでしょ？ほんだら4月に受け付けへんだらおかしい。受け付けてんのおかしいやんって。で、片山さんがそれも通報窓口の責任者やねんから、あなたは3月の判断に関与してるんだから、自分が責任者として窓口に来た同じ文書を拒否してなかったら、整合性取れないじゃないって言うてんの。そうよね。これ聴取が来て、何がしたいんだこらって言われるやつですよね。だってそらそうや。だって知事が言うように、お前が言うように、3月は公益通報でないと言うんであれば、4月も公益通報でないはずですよ。中立性を維持しようという考えを優先させております。もう一度言ってください、今の答弁を。公益通報窓口の中立性を優先させようと考えたところであります。公益通報窓口の中立性というのは、中立というのはどこにも損しないということです。どこにも属しないということです。公益通報窓口の中立性というのをもう少しすみません、教えていただけますか。私がその公益通報の方に関与してしまいますと、調査の中立性を損なうということを心配したわけで、もうそれは、
といっても財務部ですから、私の配下であることは間違いないと。お前が関与したら中立性が左右されるんやったら、3月の調査もっと中立性ないやないか。いや、どういうことかって多分ね、これ普通の人であればあるほどね、普通に頭がええ人であればあるほど、片山が何言うてるかようわからんと思うねんけど、議会側は片山にここで何の質問してるかというと、あなた方は3月の自分たちの行為を、あれは広域通報ではないから、あれは広域通報ではなくて誹謗中傷性の高い文章だから、誰が作成したかを調査するのは当然だって言ってるんでしょと。わかりました。そしたらなぜ4月に1号通報になった時にそれを受け付けたのって質問してる。3月の判断が正しかったら、4月も拒否しとくべきでしょ。さっき説明した通りです。3月の判断正しいんでしょ。そしたら、4月受け付けてんのおかしいやんって。4月もこんなんは誹謗中傷性の高い文章だから、受け付けませんと言うてるのが正しい答えになるんじゃないんですかって問いに対して、片山は、いや、私がそういう指示を出すのは、調査の中立性に影響を与えてしまうから何も言いませんでしたって言ってる。でもその片山は3月に自分で西播磨県民局に行って、誰から聞いたんや。噂話か。で、自分で調査してるんです。What the fuck are you talking about? ほな3月の調査中立やなかったんや。っていう話です。思いますけれども、財務部で独立した調査をしてもらったらいいのではないかということで、関与をしなかったということでございます。関与されなかった判断は私は正しかったと思いますが、それを受け付けるかどうかの時にあなたは進言すべきだったと私は思います。これに不正の意図があるとあなたが判断していたならばですよ。そして今ですよ。今のご認識です。公益通報に、やはり、当てるべきだったと。適用すべきだったと。これには不正の意図がなかったんだと。ここ重要。今はその認識はお持ちですか？今は一指針でありますので、今の判断は、委員長に、一指針でありますので、その今の委員の質問に答えずに、7月30日現在で答えるということにしていただきたいことを要望しますが、それことを要請いただきたいです。失礼しました。お願いします。7月30日現在、副知事の時でしたけれども、その時は、懲戒処分をする際に人事当局から弁護士の説明で、4月4日の前後では異なる取り扱いになるという、説明を聞いており、4月4日より以前は外部通報でより要件が厳しい中、外部、公益通報上の外部通報に該当しない。したがって、その4月4日より以前は、公益通報の対象にはなっていないという説明を受けておりまして、それが、適正なものであるというふうに認識をしております。すいません、もう一度お聞きしていいですか？今の答弁を失礼。とにかく攻撃当たらないと認識してると。はい、それちょっと、後で、議事録と確認させていただきますけれども、次、真実相当性です。はい。外部通報したのは外部通報なんだけど、外部通報された後に通報内容を当事者が吟味したところ、真実相当性のハードルが上がってるから外部通報として成立してないっていうロジックなんです。で、となると、その、片山の証言をつなぎ合わせていくと、外部通報、公益通報ではないと決めつけた上で、発信者の特定、PC の回収、懲戒処分に進んだということを認めてしもてるんですよ。外部通報で自分で言うてしもてんねん。外部通報でした。しかし、外部通報の中にある要件に合致してないからって当事者が判断した。さっきの俺が西本町のガードの下で人殺した事例に言うと、市原悦子の告発をほんまは110番せなあかんのに、三宮の駅前でいきなり演説したから通報として無効って言うてるのと一緒です。お前ら俺のこと人殺し言うてんのは、それ市原悦子が三宮の駅前で演説してんの聞いて人殺しや言うてんねやろ。俺のこと人殺し言うんやったら市原悦子は最初は110番通報しとかなあかんかったんちゃうんかい言うてる。いや、ようわからんこと言うてんのよ。でもここで外部通報であることは認めてんねん。
ここで外部通報って言葉使ってしもてんねん。だから、もっぺん今の片山の答弁見てると、えらいこと言うてしもたって顔してるから。よう見てみ。だと私は思います。これに不正の意図があるとあなたが判断していたならばですよ。そして今ですよ。今のご認識です。公益通報に、やはり、当てるべきだったと。適用すべきだったと。これには不正の意図がなかったんだと。今はその認識はお持ちですか？今は一指針でありますので、今の判断は、委員長に、一指針でありますので、その今の委員の質問に答えずに、7月30日現在で答えるということにしていただきたいことを要望しますが、それことを要請いただきたいです。失礼しました。お願いします。7月30日現在、副知事の時でしたけれども、その時は、懲戒処分をする際に人事当局から弁護士の説明で、4月4日の前後では異なる取り扱いになるという、説明を聞いており、4月4日より以前は外部通報で、より要件が厳しい中、外部、公益通報上の外部通報に該当しない、従って、ああ、しんど。でね、さらにね、これね、すごいこと言うてるんですよ。4月4日以降の行為は懲戒対象やない言うてるんですよ。ということはね、ここでね、片山の言うてることと斉藤の言うてることが県の当局のやったことで、なおかつそれが正当だと言うんであれば、同じ文章を流したところで、それが新聞社に行ってる分はアウトやけど、内部通報窓口に行ってるもんは政府や言うてんねん。そんな理屈どこが成立すんねん。としか言うてないの。4月4日に1号通報をして以降は正式な公益通報だから、これは通報者探索行為をしたらあかんし、公益通報として保護せなあかん。だけど3月の外部通報は公益通報ではない。これは斉藤元彦の劇場に合わせて県の法解釈を変えざるを得ないから、こういう無茶なことを言わざるを得ないんですよ。もうね、ちょっとようわからんけど、そういうことを言うてるんですよ。彼らは。もうね、ここら辺のね、県の矛盾を聞くとね、バッハのこれを思い出します。もうまさにこのアリアです。バッハのマタイの受難曲の37番のアリアですね。憐れみたまえ我が神よっていう曲なんですけど、ピタッとハマるでしょ。さらに言うとこうやるともっとハマるんですよ。まあ、ホモ・サピエンスが作り得た最も美しい音楽の一つですけどね。バッハのマタイの受難曲は。特にこの1957年でしたかのリヒターのこの録音は名盤中の名盤として有名ですけども、58年でしたかです。ピタッとはまるんです。まあ、この結果竹内さん死んでるわけですからね。で、これ忘れてはいかんのは、今ご覧いただいた百条委員会は9月の4日です。ではどういうことかというと、県民局長が死んだ2ヶ月後に斉藤も片山もイケシャーシャーとあんなことを言うてたということです。今から見ると県議たちがなんかいたけだかにこうものを言うてるように見えますが、県議たちがなんであんなにいたけだかに話をしてるかというと、職員が自殺をしたという重たい答えをもとに初めて副知事をあそこで尋問しているからあの口調になるんです。県議たちがああいう態度に出ているのは僕は当然だと思いますね、人間としてね。
竹内さんがこの後、ここの9月の4日の竹内さんの質問のしぶりを、後に犬猫野菜たちは怒りますが、当然です。だって人が死んでるんだもん。ここで竹内さんは素晴らしい質問を繰り返していきます。で、この後に竹内さんが亡くなり、誹謗中傷の嵐の選挙があり、公益通報者保護法どころか、公職選挙法も、それからジョープラ法まで変えられるような地獄のような兵庫県知事選挙が行われたということを思い起こせば、僕が冒頭申し上げた民主主義に委ねるのは怖いっていうのはよくわかるでしょ。これを続けてればよかったんですよ。答え出るまで。民主主義怖いでしょ。民主主義は怖いのよ。で、その民主主義の怖さというのが、どっから来るかというのは、宣伝になって恐縮ですが、今日発売になります、限界地方政治に、書いてございます。手前味噌ですがね、僕は他の人の、原稿をほとんど読んでないんです。読んでないのであれですが、ぜひ読んでたもれ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。